あなたは天気のいい朝の散歩は好きですか？ 1572 年8月24日、フランス・パリ。夜が明けたばかりの早朝のこと。雲一つない青空の下で、セーヌ川が真っ赤に染まっていました。川岸に目を向けると、何かを川に投げ込む兵士たちの姿が。街中の至るところには血だらけの遺体が並び、建物の中からはおぞましい悲鳴が聞こえてきます。そう、先ほどの兵士たちが川に投げ込んでいたのは市民の死体。この地獄のような光景の中、一人の高貴な女性が何食わぬ顔で歩いていました。彼女の名前はカトリーヌ・ド・メディシス。カトリーヌは冷たい目で市民たちの遺体を見ながら付き添いの貴族にこう言うんです。まだどこかに隠れてるかもしれないわ。一人残らず殺してやるのよ。早朝のパリの街に広がる地獄のような光景。市民たちはなぜ無残にも殺されてしまったのか。その背後には極悪女カトリーヌの黒い思惑があったんです。おそす2年後5年後その人の未来を見たいなって思う女性がタイプです。ケンちゃんです。闇闇子です。その人が2年後5年後どんな人になってるのかなってこう気になる女性。本日ご紹介するのはフランス史上ね最強の悪女と言われているカトリーヌ・ド・メディシス。言いづらいな。そこまでじゃない。言ってみ。カトリーヌ・ド・メディシス。彼女の生涯とともにね、フランスの王室で起こったいくつかのね、不審死のね、黒幕とも言われているね、説もご紹介していきたいと思います。まずは冒頭に出てきたね、多数の死骸が転がるね、パリの街。一体何が起きたのか見ていきたいと思います。聖なる鐘。時は450年ほど前の1572年8月24日、フランス・パリが今回の舞台。この日は聖書に登場する聖人、バルテルミの記念日。鐘の音はこの日を祝う祝福の音になるはずでした。しかし、この鐘の音はなんと大虐殺の合図となったんです。フランス国王の母親であるカトリーヌのメディシスはカトリックの貴族たちを前にこう宣言します。今日に限って残酷は慈悲であり、神への忠誠と心得なさい。いいですね。プロテスタントたちを一人残らず始末してやるんです。こうしてカトリックの貴族たちはプロテスタントの人々を殺害していったんです。殺害予定のプロテスタントの家はあらかじめ調べられており、ほとんどが寝込みを襲われました。この夜に殺された人の数はなんと4000人以上。宗教的な対立があったにせよさ、やりすぎじゃない？いくらなんでも。そうなんですよね。このね、サンバルテルミのね、虐殺に至る前に、女同士のね、争いだったり、もうドロドロのね、権力闘争がね、あったんですよ。この虐殺のね、黒幕とされるね、カトリーヌ・ド・メディシスなんですけど、一体なぜね、このような虐殺をね、してしまったのか。それを知るにはね、カトリーヌの人生を紐解いていく必要があるんです。苦悩の日々。1519年4月13日、カトリーヌ・ド・メディシスはイタリア・フィレンツェの名家メディチ家に生まれました。メディチ家はルネサンス時代のフィレンツェにおいて絶大な富と権力を持っていた一族。その財力は凄まじく、ローマ教皇庁の財源を支援するほどイタリア全土に影響力を持っていたんです。そんな名家に生まれたカトリーヌでしたが、彼女は生後間もなく悲劇に襲われます。両親が相次いで死亡したことで孤児となり、修道院に預けられることになったんです。不遇の幼少期を過ごしたカトリーヌでしたが、11歳の時に転機が訪れます。遠い親戚筋であるローマ教皇クレメンス7世に引き取られることになったんです。こうしてカトリーヌはクレメンス7世の下で大事に育てられ、後に王室で役立つこととなる教養を身につけるんです。そしてカトリーヌが14歳の時、同い年のフランス皇太子アンリ2世との結婚が決まるんです。カトリーヌはメディチ家の正当な後継者であり、これはいわゆる政略結婚でした。フランスにとってはイタリアに多大な影響力があるメディチ家と組むことができれば、イタリア進出への大きな足場を作ることができるんです。おまけに多額の持参金も手に入ります。中世ヨーロッパにおける持参金とは、貴族同士の結婚において妻側が夫の家に入るにあたって持ち込む財産のこと。名家メディチ家となれば持参金も莫大な金額になるんです。一方メディチ家としてみれば、大国フランスの後ろ盾があればこれまで以上の権力を手にすることも夢ではなくなります。またクレメンス7世が率いるローマ教皇庁、つまりカトリック教会としてもプロテスタント勢力の拡大を抑えるためにフランス国王の後ろ盾を必要としていたんです。このように政治的な思惑が複雑に絡む結婚だったんですが、カトリーヌは幸せな結婚生活を夢見て期待に胸を躍らせていたんです。了
かったじゃない。もう散々苦労したんだからさ、お姫様になって幸せになればいいじゃない。まあ、ところがね、カトリーヌがね、イタリアからね、フランスに移っても、彼女のね、不幸はね、続いていくんです。カトリーヌがフランスに来て1年ほど経った頃、彼女の元に訃報が届きます。なんと、親代わりに育ててくれたクレメンス7世が亡くなったというんです。さらに、不幸はそれだけではありませんでした。なんと、カトリーヌの夫であるアンリ2世に愛人の存在があったんです。クソ野郎だな。愛人の名前はディアンヌ。数年前からアンリ2世の家庭教師を務めており、20歳も年上。なんと、アンリ2世はクレメンス7世が亡くなったことで悲しみに暮れる妻を慰めるどころか、愛人ディアンヌの元に入り浸っていたんです。まあ今の価値観で考えるのもあれだけど、アンリ2世ってこの時中学生ぐらいでしょ。すごいっすよね。もうさ、10代で愛人俺20代ってもう彼女もいないんですよね。何まあ、ちなみにね、まあ、女性にこんなこと言うのは良くないですよ。ただ、まあ、カトリーヌは一般的に、こうなんかこうね、容姿的にはこうディアンヌに負けていったって言われて、まあ、勝ち負けじゃないですけどね。まあ、それだけディアンヌと言われてるんですよ。まあ、そそういうことですね。そういうことにしましょう。こうしてカトリーヌは、肉親が一人もいない異国の地で、夫からは愛されず、誰からも必要とされない日々を過ごしたんです。そして、この時期の経験が、後にフランス史上最強の悪女と称される彼女の冷徹な性格を作り上げることになったんです。その後、フランス国王フランソワ1世が亡くなり、カトリーヌの夫アンリ2世が国王になります。同時にカトリーヌは王妃となるんですが、それでもカトリーヌに幸せな日々が訪れることはありませんでした。なぜならアンリ2世は愛も変わらず愛人ディアンヌに夢中だったから。カトリーヌは30歳になるまでに10人の子供を産みます。しかしその間もずっとアンリ2世とディアンヌの関係は続きました。それどころかディアンヌは教育係としてカトリーヌの子供たちを育てたんです。これはせっかく生まれた子供たちまでディアンヌに取り上げられたようなもの。カトリーヌはこのような屈辱的な日々をじっと耐え忍んでいました。もしもカトリーヌがこのまま生涯を終えていたら、悲運の王妃として同情を集めていたかもしれません。しかしこの後、カトリーヌにとって忍耐の連続だった日々にようやく終わりの時が来るんです。そのきっかけは祝いの席で起こったあるとんでもない事故でした。アンリは本当にクソだったわよ。自分の妻大事にしなさいよっていう。そしてね、この後ね、状況がね、一変していくんですよ。そしてね、カトリーヌは歴史に名を残すほどのね、もう残虐性を発揮していくんですけど、そのきっかけとなったある事故について紹介したいと思います。悲劇の結婚式。1556年、カトリーヌが30歳の時、夫アンリ2世の妹の結婚式が執り行われました。アンリ2世はこの結婚式の余興として衛兵隊長モンゴメリ伯爵と騎馬の模擬試合を披露したんです。モンゴメリ伯爵は王であるアンリ2世に怪我をさせるわけにはいかないので、忖度してわざと負けます。しかしその負け方がいけませんでした。あまりにわざとらしい伯爵の負け方にアンリ2世はこう言ったんです。今のはインチキだ。本気で戦う気はないのか。そしてもう一度モンゴメリ伯爵との試合が組まれるんですが、それが失敗でした。モンゴメリ伯爵は数々の戦場をくぐり抜けた歴戦の騎士、温室育ちの王様が勝てるはずがないんです。2人のかける馬が交差した次の瞬間、見物人の歓声が悲鳴に変わりました。なんとモンゴメリ伯爵の槍がアンリ2世の顔面を串刺しにしてしまったんです。伯爵の槍はアンリ2世の右目を貫通し、脳まで達していました。伯爵やりすぎじゃない？ちょっともうバカ。この戦いもうバカ。文化だからしょうがないんだけど、なぜ死ぬ可能性あるもので戦ってる。この事故の後、アンリ2世は昏睡状態に。その後10日間生死をさまよった挙句、苦しみ抜いてこの世を去ってしまったんです。これやばいじゃないの。カトリーヌ縛るもん。あんたまたやったわねこれ。あんたまたやったわねこれね。メトラーノ諸君、失礼するぞ。私の名前はヴァンパイアの剣だぞ。You know？ 闇人形のヤミリですわ。ここからは私たちのチャンネルミッドナイトムーンで話を引き継ごう。また来たじゃないあんたもやるから。いいじゃん。夫アンディを失ったカトリーヌは喜びで笑いが止まらなかった。なぜなら邪魔者がいなくなったからだ。ここから彼女の暴走が始まるんだぞ。カトリーヌの暴走。アンリ2世の死後、カトリーヌは待ってましたと言わんばかりに早速恋敵だったディアンヌを追放する。そして王位には長男であるフランソワがつくことになった。就任当時彼はわずか15歳。しかしその1年後、フランソワの身にある悲劇が起こるんだ。それはフランソワが教会で礼拝中のこと。彼は突如高熱を出し、その場に倒れ込んでしまうんだ。そしてそのまま意識が戻ることはなく、数日後にあっけなく息を引き取ってしまった。フランソワの死後は次男であるシャルルが王位を継承することに。しかしシャルルは当時10歳だ。そんな子供が政治を担えるはずがないだろう。こうして母であるカトリーヌが代わりに権力を握ることとなったんだ。
まだ幼いシャルルさんに任せるのは心配ってのはわかりますわ。でもフランソワさんが亡くなって悲しい中で政治までなされるのでしょ。お強いお母様のようにも見えますわ。確かにイヤミリ君の言うような見方もできるだろう。しかし次の事実を知ってもそう言えるだろうか。なんかやっぱいいっすね、賑やかでね、家族が増えると。家族だったのこれ。権力を手にしたカトリーヌは隠し持っていた政治手腕を発揮していく。まず彼女がやったことは国中から美女を集めて配下に置くことだった。この美女たちの役割はスパイ。なんとカトリーヌはこの女スパイたちを使って有権者にハニートラップを仕掛け政治的な機密情報をいち早く手に入れていたんだ。この女スパイ軍団の人数はなんと200人以上。さらに恐ろしいことにこの女スパイ軍団の密告によって反逆の疑いがあるとされた者は暗殺されたというんだ。その暗殺に使われていたのは毒だ。実はカトリーヌがフランス王家に嫁ぐにあたってメディチ家お抱えの薬草の専門家を何人も引き連れていた。そして彼らと一緒に大量の毒薬も王室に持ち込まれていたんだ。このことからある人物の死に関してカトリーヌが真犯人だという疑惑が生まれる。その疑惑を紐解くのが本日のミッドナイトキーワード、メディチ家だ。なるほどね。なるほどね。キーワードまでやってるわよこいつら。やってんね。許すよ。メディチ家は16世紀のイタリア・フィレンツェにおいて莫大な財力で権力を掌握していた貴族だった。その財力でレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどの芸術家を支援していたんだ。そのため16世紀イタリアのルネサンス文化を育てる上で大きな役割を果たしたことでも知られている名家なんだ。ルネサンス期のフィレンツェでは毒を使った暗殺が頻繁に行われていた。毒が仕込める指輪で飲み物に毒を垂らしたり、毒を染み込ませた手袋を使って性的を暗殺していたらしい。そしてそんな毒殺文化の中心にいたのがメディチ家。カトリーヌの出身はメディチ家。もうお分かりかな。そう、実はカトリーヌの長男フランソワの突然の病死はカトリーヌが毒を仕込んだのではという説があるんだぞ。というのも優柔不断で決断力のないフランソワをカトリーヌは嫌っていたというんだ。また長男フランソワの代わりに10歳のシャルルが王位を告げばカトリーヌが実権を握ることができるだろう。つまりカトリーヌは自らが権力の実権を握るために長男フランソワを暗殺したのではという理屈になるんだ。カトリーヌが息子を暗殺したというのはあくまで一説だ。真実はわからない。しかしフィレンツェから毒薬を持ち込んでいたこと、女スパイを使って見つけた性敵を毒殺していたこと、これらは紛れもない事実なんだぞ。悪女の鏡のようなお方ですわ。感心するんじゃない。まあなんかね、いるよね、こういう女。誰？怖えわ、マジで。女怖っ。ミリちゃん可愛いわね。まあちょっとなんか怖いけど。そしてカトリーヌにはフランス国内のある大きな問題を解決する使命があった。そしてこれこそ後の歴史的な悲劇の原因となるんだぞ。大虐殺のきっかけ。カトリーヌは政治の実権を握ったものの、当時のフランスはカトリックとプロテスタントが激しく対立していた。しかしこの2つは共にキリスト教の教派。なぜ対立する必要があるのだろうか。その大きな違いの一つがローマ教皇の扱いだった。カトリックはローマ教皇を教会のトップに位置づけ特別な存在として扱っていた。一方プロテスタントは人間は神様以外みんな同じと考えていて、ローマ教皇を特別な存在として扱うことはなかったんだ。ちなみにプロテスタントという言葉は抗議を意味するラテン語。当時絶対的な権力を持っていたローマカトリック教会に抗議する名目で誕生したのがプロテスタントなんだ。そのため互いの思想は相入れることはなく、争いが絶えず各地で内乱が相次いでいたってわけだ。カトリーヌは国内に分散するプロテスタントとカトリックの勢力をうまく調整したいと考えていた。しかしこの時カトリーヌにはある懸念点があったんだ。カトリーヌは数年前から補佐官を務めていた人物コリニー提督のことを危険視していた。実はこのコリニーはプロテスタント勢力のリーダーだ。コリニーはカトリーヌの息子シャルルに取り入っていた。今でこそ母であるカトリーヌが政治の実権を握っているが、時期にシャルルが王としての権限を持つようになるだろう。カトリーヌはシャルルがプロテスタントのリーダーであるコリニー提督に懐いているのを目にして側近にこう語ったんだ。このままではフランスはプロテスタントどもに乗っ取られてしまう。そしてカトリーヌはあることを考える。それはコリニー提督の暗殺。そこで彼女はカトリック側の貴族に命令を下し、拳銃でコリニー提督を襲わせた。しかしその銃弾は急所を外れてしまう。結果的にコリニー提督は一命を取り留め暗殺は失敗。この時カトリーヌはこう考えた。もしも実行犯の貴族が逮捕されて自白でもすれば容疑が自分にまで及んでくる可能性がある。そうなればプロテスタント側の勢力は報復に出てくるだろう。そこでカトリーヌは証拠の隠滅を図ろうと考えた。そして側近の貴族にこう語ったんだ。
プロテスタントどもを一人残らず消してしまうのよ。こんな成り行きで殺されたらたまったもんじゃありませんわ。髪の毛をむしるのやめなさい。こうしてあの歴史的な大虐殺が起こってしまったんだ。1572年8月24日深夜、カトリーヌ・ド・メディシスの命令によってサン・バルテルミの虐殺が起こされた。教会の鐘の音を合図にしてカトリーヌの命令を受けた兵士たちがプロテスタントの寝込みを襲撃。コリニー提督をはじめプロテスタント側の貴族とその家族を片っ端から虐殺。こうして一夜にして4000人が殺されてしまったんだ。この虐殺劇はたちまちフランス全土に広がり、パリでの大虐殺に触発されたフランス各地のカトリック教徒が次々と蜂起していく。当初は局所的な内乱に過ぎなかったものがやがて宗教戦争に発展。そしてわずか1ヶ月ほどの間に5万人ものプロテスタントが虐殺されたんだ。そしてその2年後、カトリーヌの息子シャルルも若くしてこの世を去ってしまう。シャルルは悲惨な虐殺を目の当たりにしたショックで精神を病んでいた。そのことが原因の一つとされているのだが、実は亡くなったシャルルの顔には無数の斑点が生じていたんだ。その斑点は弱性の毒を長期間飲み続けたことで出るものだ。そう、シャルルもまた母カトリーヌの手によって毒殺されたという説があるんだ。カトリーヌの息子は5人いたんだが、残すはアンリ3世ただ1人。シャルルの死後間もなく最後の息子であるアンリ3世がフランス国王に即位するも戦乱の世に突入。そんなさなかカトリーヌは1589年1月5日70歳の時に病死。そして母の死から数ヶ月後、アンリ3世も何者かに暗殺されてしまうんだ。アンリ3世には子供がいなかった。これによってカトリーヌの家系は断絶したんだ。カトリーヌ様もなかなか強烈な悪女でしたわ。でも私、カトリーヌ様よりもえぐい悪女を知ってますのよ。あの中国のリョッチ様にはかなわないと思いますわ。よく知っているね、ヤミリ君。そう、古代の中国にはカトリーヌよりも桁違いの悪女がいたんだぞ。中国史上、いや人類史上最強の悪女との呼び声も高いリョチは我々のチャンネルミッドナイトムーンで紹介している。ミッドナイトムーンではアルゴメトリーとは違って、にわかには信じがたい呪いや都市伝説、古代のミステリーを紹介しているから、気になるメトラーはミッドナイトムーンで待っているぞ。本当に気になる方々に来ていただきたいから、チャンネルのリンクは貼りませんわ。ミッドナイトムーンと検索して見つけてほしいですわ。というわけでね、ミッドナイトムーンのケンとヤミリーちゃんがね、来てくれたんですけど、僕ね、嫌なのが、サブチャンネルって言われるの嫌なんですよ。サブじゃないから。ミッドナイトムーンも見てもらったら分かるんですけど、マジでアルゴメトリーと同じか、結構それ以上にめちゃくちゃね、編集のエフェクトとか技術とか入れてるんで、マジで見てほしいし、取り扱うね、お話もですね、アルゴメトリーは割とこう事件が多いんですけど、ミッドナイトムーンは都市伝説ね、本当かね、どうか分かんない話とかもね、含めて不思議な話に特化してるんでね、その違いをね、受け入れる方だけ見てほしいです。